こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は佐賀の山陰線を乗ってみたいと思いますが、ちょっと京都駅が人混みが激しすぎたので移動しまして、佐賀嵐山駅から始めたいと思います。それでこの佐賀の山陰線は近年のオーバーツーリズムの問題で、地元の人々の生活が脅かされている代表格みたいな路線でございます。というのも、京都の玄関口ともいえる京都駅からこの佐賀の嵐山付近に行こうと思いますと、他の交通手段を使いますと必ず乗り換えが発生しますが、 JR 線だと1本で行けるということと、 JR 線のすべてで利用可能なジャパンレールパスという外国人旅行者向けの切符があるんですが、日本に旅行に来る前、あらかじめ国元でこれを購入する人も多いようで、それでこの切符を持っている人は他に課金する必要がないことが、この路線の混み合う原因にもなっていると思われます。さて、撮影日は4月の10日でしたが、ちょうど桜の満開の頃でして、皆さんおそらくこの竹よりも桜が見たいんじゃないかということで、この竹林の小道も異様なほど人が少ない状況でございました。それで当初は人が少なければこちらのしだれ桜が有名な二尊院、それからもみじの若葉が今の時期とても綺麗と言われている常寂光寺、この2カ所を巡ってみようかなとおぼろげながら考えておりましたが、目的地が近づくにつれて異様なほど観光客が増えてきましたので、ちょっとこの2カ所はやめにいたしまして、もうちょっと人の少ない穴場を目指したいと思います。では再び列車に乗りまして、ちなみに隣に見えているのが佐賀のトロッコ、この先の保津峡と呼ばれる渓谷を走る観光列車となっておりまして、いわゆるこの佐賀の山陰線は旧線と新線があるんですが、今乗ってる列車が走るのが新線、観光鉄道が走るのが旧線ということでございます。その後2駅進みまして亀岡で下車いたしまして、駅前のロータリーからバスが出ておりますので、これに乗車。普段バスの本数はかなり少なめのようですが、桜のシーズンはバスが増発されますので、ロータリーに止まってるバスの運転手に聞いて乗車すれば OK でございます。ちなみに目的地のバス停の名前は七谷川。臨時便のバスに乗りますとここが終点になりますので、強制的に降ろされます。それでこの付近に続く遊歩道のことを和らぎの道というようでございます。
では七谷川を後にしまして、次は出雲大神宮に向かいます。距離としては1キロぐらいですかね。10分ぐらい歩いてやってまいりました。Google マップを見てみますと、だいたいこんな位置関係。亀岡駅からは5、6キロの距離といったところでございます。それで京都府なのになんでここが出雲なのという素朴な疑問なんですけど、だいたい神社には社殿の片隅に由緒書きがあるんですけれども、ちょっとここにはそれが見当たらなかったので、この神社のホームページを見てみますと、主催人は出雲大社と同じ大国主、それとその皇后の御保姫の御事となっております。それでちょっとこの文章を読み解くのが難しいので、個人的な見解になるかもしれませんが、いわゆる日本の神は2系統に分かれておりまして、大国主は土着の神である国津神、皇后の御保姫の方は高天原からやってきた天津神という神の系統となります。それでこの2人が結ばれたことが縁結びのゆえんということで、現在の出雲大社はもともと木月大社と呼ばれておりましたが、明治の頃改名され、その時に社名とともに縁結びということも引き継いだため、こちらが元出雲と呼ばれるようになったのではないかという解釈でございます。では境内を進んでいきます。右手には幸せなでうさぎ、撫でると幸せになると言われている他に、体の痛いところとか、あるいは病気で悪いところとかと同じ部位を撫でてあげると治るというふうに言われております。その後手水を越えた後、拝殿の方に向かっていきますが、この中腹あたりに夫婦岩というのがありまして、これが大国主と御保姫を表していると思われますが、その奥にはうさぎのバージョンもございます。それで拝殿を越えますと、こちらが本殿となります。しかしながらご神体としましては、この社殿の北側にある御影山という山そのものがご神体ということでございますので、例えば奈良県の大神神社はその背後の三輪山というのをご神体としておりますが、それに近い感じの古い神社ではなかろうかと推察されます。ちなみに創建は和道2年709年ということなんですが、あるいはもっと古い神社なのかもしれません。この御影山付近にはこういった滝とか岩倉などが点在しております。チャンネル登録よろしく。ではちょっとバスの時間もあって全て見れませんでしたが、出雲大神宮を後にしまして、次は今回の動画のメインイベント、二条城の桜のライトアップに向かいたいと思います。こちらは道中出雲大神宮から嵯峨野山陰線千代川駅に向かっている途中なんですけども、この路線バスからの眺めがまたすごくいい感じで、ちょっと地図で調べてみましたが、出雲大神宮から北西の方向ですかね、水鳥の道というところでございます。その後所要時間は10分ほどだと思いますが、千代川駅で下車、ここからはまた列車で移動となります。では二条駅に到着です。乗ってきたのは223系森の京都ラッピング車両となります。これにはバージョンがありまして、山の京都という緑色のバージョンも存在いたします。
平日の夕方5時過ぎだと思いますが、かなり混み合っておりまして、乗れない人もちらほらいたかなというところでございます。ただこの駅は途中駅なので、待ったところで次の列車もまた混んでるとかいうこともありそうですが、どうなんでしょうか。では5分ほど歩きまして二条城の西側にやってきました。ライトアップの入り口は東側なので、ここからさらに500メートルほどありますが、ちょっとまだ時間がありますので、前からちょっと気になっていたこちら新泉園に立ち寄らせていただきました。こちらは奈良から京都に都が移った泣くようぐいす平安京で覚えましたが、794年美しい清涼な泉が湧いていたことから庭園のような形で開園されたのが始まりと言われております。現在は真言宗東寺派の寺院として登録されているようですが、常識的にお寺には阿弥陀仏だとかご本尊が置かれるわけなんですが、こちらは神社のような感じで主催神が置かれております。ちなみに善如竜王という龍神様と恵方神という方角の神が祀られております。なのでもともとは神社だった可能性もありそうですが、昔干ばつがあった頃に真言宗の開祖弘法大師空海が雨乞いの儀式をここで行ったことから、その後は真言宗の寺院となったわけですが、通常ですと真言宗では大日如来をご本尊としておりますが、なぜかここにはそれがないというかなり特殊な寺院となっております。それからこちらはアヒルさんを放し飼いにしておりまして、全部で10匹ぐらいいるかと思いますが、多分日没とともにお休みになられるのかな。だいぶ眠たそうでございます。多分朝は早いんかなと、そんな感じでございます。それから池の方はこんな感じで餌をもらえると信じ込んだ鯉がたくさん近寄ってまいります。ということで、素敵な仏教寺院新泉園のご紹介でした。では時刻は6時10分ほど前になりました。城壁が見えておりますが、この壁の長さは東西600メートル。地図で見てみますと距離感はこんな感じ。赤いピンの位置が新泉園になります。では城門前にやってまいりました。入場待ちが200人ぐらいですかね。その向こうがチケット売り場。こっちの方はだいたい100人ぐらい並んでたかと思いますが、窓口が5つも6つもあって、待ったのはほんの5分ぐらいだというところでございます。では二条城の桜のライトアップ入場でございます。お城の面積が広大なのでかなりの来客数があったかと思いますが、全然こんな感じで空いております。それで開門と同時に入りますとまだ明るいので、今一つの感じがいたしますが、これが完全に暗くなりますとこんな風に幻想的な演出に変わります。なのでこの時期は6時半ぐらいまで明るいんですけども、こんな風な夜桜だけ見たいという方は7時以降に来るといいと思います。ただ昼間の桜も見たいなとか、お城の構造に興味があって石垣が見てみたいとか、そんな人は開門と同時に入場して何周回っても追加料金はかかりませんので、明るい二条城と暗い二条城2回回るのもありだと思います。
ということで今回は桜の季節の佐賀の山陰線を巡ってみたという動画でございました。ちょっと動画が長くなってしまいましたが、最後までのご視聴誠にありがとうございました。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。